皆さんこんにちは。生臭インコです。サビ生地掛けは意外と手軽に作れて自由にカスタムできることをご存知でしょうか？私は自宅でパソコン仕事をしているのですが、煮詰まるとなぜか釣り具をいじり始めます。ご紹介するサビキもそんな日常から生まれました。割と身近な材料で作れて濁り潮に強く、なぜか両型目地にもアピールする。題して生臭サビキ東京湾バージョン。さらに後半では市販のサビキにも使えるちょっとした裏技も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。全体図はこんな感じです。材料は概要欄にまとめてあります。今回はアジ針6号を5本使います。そして釣り針に結ぶ糸、赤で示したこの糸をエダスと言います。エダスにはフロロカーボンの1号を使います。針や糸は釣る魚や釣り方によって変えてください。私は針結び機を使うので先に針に糸を結んでしまいますが、針を加工してから結んでも構いません。エダスの糸は15センチほど取っておいてください。では、サビキ針部分を作っていきましょう。ここではタイイングバイスを使いますが、必須ではありません。手で作ることもできますし、簡単な固定具を使っても大丈夫です。私も以前は、我流の人の我流さんが考案した、なんちゃってタイイングバイスを使っていました。まず、針に下巻きをします。使うのは、普通の白のミシン糸です。白い糸は、蛍光増白剤の影響で紫外線に反応するものがあるので、この時点で少しケイムラっぽい要素が入ります。ケイムラにしたくない場合は、生成りやピンク色などの糸を使ってください。地元側から巻き始めて1往復。糸はまだ結びません。次はティンセル。こちらは市販のティンセルです。Amazon でも販売されています。キラキラするものなら何でも構いません。これはヘアエクステ。こちらもです。100均の梱包材。こんなものも使えますので、いろいろ工夫してみてください。さて、今回は濁り塩対応東京湾バージョンということで、グリーンに光るオーロラツイストティンセルを使っていきます。1本取り出します。5センチのところでティンセルを2つ折りにします。針に瞬間接着剤を塗ってティンセルを乗せ、折り返した真ん中を下糸で 3,4 回巻いて留めるのですが、ティンセルの長い方の端が必ず地元側に来るようにしてください。真ん中を留めたら、短い方を針先側に折り返して、下糸で巻き留め、ハーフヒッチして糸を切ります。次はスキン。ひらひらとした動きで魚を誘う部分を作ります。使うのは100均で買った半透明の素手手袋。塩化ビニール樹脂製です。ビニール袋なども試してみたのですが、歯のある魚たちにあっという間にボロボロにされてしまいました。これは透明感と適度な弾力があって、サビキのスキンにぴったりなんです。硬い部分を取り除いて、
こんな形のものを切り出します。針に接着剤を塗り、スキンを2つに折ってかぶせます。長く残しておいたティンセルを地元側から巻きつけます。片道でも往復でも好きなだけ巻いてボディをキラキラにしてください。巻き終わったらハーフヒッチして接着剤で留めます。形を整えて針が完成。あとは必要に応じてビーズなどで地元を装飾します。今回は蓄光のネイルジェルを使います。5本できましたので、これをカスタマイズしてみましょう。使うのはこちら、アルコールマーカーです。まずは、100均のピンクのマーカーで、スキンの部分を塗って、網指カラーの出来上がり。次は、こちらの2本をケイムラ化します。使うのは、シャチハタの入れ食いマーカー。ケイムラクリアです。公式で紹介されている用途は、ルアーやワーム、エギなどの着色ですが、油性マーカーなので、様々な素材に塗れて、水で色落ちしません。錆びきのスキンや針にもぴったりなのです。今度は、蓄光錆びきにします。使うのは、布用絵の具、かけるくんという商品の蓄光カラーです。お試しサイズで990円です。布用なので硬くならず、スキンのひらひらとした動きを邪魔しません。光を当てると蓄光します。先ほど作った錆びきと比べてみましょう。手前側が蓄光錆びき。奥の2本がケイムラ錆びき。その横がピンク錆びきです。映像ではわかりにくいですが、蓄光は長時間光り続けます。さて、皆さんもうお気づきかもしれませんが、今回使ったマーカーなどは、もちろん、市販の錆びきにも使えます。市販の錆びきを簡単に自分仕様にできてしまうのです。ただし、メーカー推奨の使い方ではないので、その点だけご承知をおきください。ここまでできたら、全体を組んでいきましょう。図の赤いラインを、ミキートと言います。ミキートには、エダスよりも少し太い、ナイロンなどのラインを使います。エダス間に20センチ、上下にそれぞれ20センチ取りますので、全体で140センチ。ざっくり1広、つまり150センチに少し余裕を加えた長さでカットします。仕掛けの上下には、スナップ付きサルカンを結びます。上下を間違わないように、上のサルカンだけ先に結びましょう。ミキートとエダスは、網針を使って、8の字結びで結束します。上からだいたい20センチのところに、針を上側にして、
枝須を重ねます。そして、2本の糸をまとめて、親指と人差し指、中指と薬指で、それぞれ1箇所つまみます。つまんだ指の間から、編み針を下向きに入れて、半回転。続けて、1回転。できた輪の根元を押さえ、指の間の2本の糸を、かぎ針ですくって、輪から引き抜いて、締め込みます。枝須の長さが3、4センチになるようにしてください。何をしているか、全くわかりませんでしたよね。太糸でお見せします。さらに詳しい説明については、右上のカードの動画をご覧ください。枝須の余り糸は8ミリほど残してカット。20センチごとに同じことを繰り返します。枝須は必ず上に向くように結んでください。下向きにつけると糸絡みの原因になります。また、上向きにつけることで疑似絵にふわふわとした動きが出ます。枝須が上向きで強度が確保できれば、どのような結び方でも構いませんが、この鉢の地結びは、慣れればとても手早くできるのでおすすめです。枝須を5本結び終えたら、下側にもスナップ付きサルカンをつけます。これで完成です。身近な材料でも作れますので、興味のある方は、ぜひ作ってみてください。お子さんと一緒なら、夏休みの自由研究にもおすすめです。針や接着剤を扱いますので、十分に注意して作業してください。また、海ではライフジャケットを着用し、安全第一で釣りを楽しみましょう。